はい、ステーションです。今日はメンタル回復のためのヨガについて話してみたいと思います。こちらはですね、その前回の西洋の医者でヨガを勧められた話の続きにはなるんですけれども、CBT の、認知行動療法のセラピストから、頭と心をつなげるにはヨガがいいっていうふうに聞いてるって教えてもらったので、ヨガをとりあえずもう何でもやってみようと思って始めたところです。で、ヨガも結構いろんな種類があるなっていうのが分かったので、同じことをやろうとしている人になんかヒントになればいいかなっていうふうに思うんですが、先生を見つけるときにネットで検索したところ、UK 全土で教えてる先生のリストが出てきて、その中から住んでるエリア内の先生をで絞って、そこにあった先生に通える範囲にいた先生に何人かこうピックアップして連絡したって感じなんですけれども、通えるところにいるっていうのも大事だったんですけれども、そこで初めてそのヨガにいろんな種類があるってことを知ったんですね。その先生のこのディスクリプションにこのヨガなんとかヨガをやってますみたいななんか書いてあって、なんかこれなんだみたいな感じで調べてみたんですけれども、そしたら私が見たのはそのシバナンダっていうヨガが一番メンタル系みたいな感じだったんですよね。なんか結構スローペースでやるヨガみたいな感じだったんで、これがいいかなって思ったのと、でもう一個ハタヨガですかね。ハタはすごくベーシックなヨガなので、全般何でも大丈夫みたいな感じだったと思います。なので、シバナンダを教えてる先生がいいなっていうふうに思ったのと、でもう一つは単純になんかヨガをやるならインドの先生だろうみたいななんかものすごい単純な発想で、インド系の先生の名前をピックアップして連絡したっていうのもありました。ヨガを勉強した先生だったらメンタルのことも分かってるはずだと思うので、誰でもいいとは思うんです。フィットネスとかなんかスポーツ系のヨガではなくって、もっとメンタル重視がいいなっていうふうに思います。なんか分かるんであればね、その一回受けてみて、やってみるのが一番いいと思います。私も、結局2人ですね、トライアルで受けてみたので、なんか一番最初にすぐ返事が来た先生がいて、その先生がいいかなというふうに思ったんですけれども、その先生曰く、なんか自分はもうヨガを教えてなくって、今はカウンセリングしかやってないんだって言ったんですよ。で、じゃあ残念って感じにはなったんですけれども、なんか後々ね、そのヨガと心理学が同じことを言ってるっていうのは分かって、納得って感じにはなったんですが、その時はもう全然なんでヨガから急にカウンセリングみたいなそのなんで全然そんな違うことを始めたんだろうみたいなすごい疑問がいっぱい出て、謎だったっていうのをちょっと覚えてますね。で、後々そこで連絡を取った、元ヨガの先生で現カウンセラーって言ってる人が私のカウンセラーとしてついてくれることになるっていうちょっとトリッキーな出会いをしていたなっていうのを思い出しました。でもう一人、インド系の先生でいたんですが、なんか1対1しか教えてませんっていう風に言って、なんか1対1もしくは2対1とか少数グループでしかやってませんって、だから90分で、だから料金も高いみたいなところだったので、ちょっと保留みたいな感じにして、で、地元で教えてる先生、地元のそのスポーツセンターみたいなところで教えてる先生が、これは英語の名前の先生だったんですけれどもいて、この先生もアシュタンガだったかな、そうですね。で、毎週なんか例えば水曜日とかに教えてるから一回じゃあ来てみたらって形で行くことにしました。で、行ってみたところやっぱりこうフィットネスセンター、体育館みたいなところで、
20人とか一度にみんなで同じことをやるっていう感じで、えーあのトライアルだからあの人の後ろについてやってみてって感じで、多分常連さんの後ろにつかせてもらって同じポーズをどんどんやっていくっていうのをやったんですけれども、あのそうですね、多分こうさまざまなポーズをこう連続して取っていくってやつなんですよ。なので、そのポーズが一つ一つもう体に染みついていたら、それを流れるようなやることでこう瞑想状態に入るみたいな感じだと思うんですけれども、もちろんね全くの初心者でポーズを一つ一つ取るだけでも結構大変だったりとかして、それはちょっとなんか私がやりたいこととはちょっと違うかなみたいな風に勝手な判断して終わりにしました。で、その1対1しかやってないっていう先生にもう一回連絡取って、ちょっと1回トライアルで受けてみたいという風に言ったところ、ものすごく良かったので、この先生で続けていこうっていう風に決めたんです。で、そのやり方がですね、先生の個人宅で本当になんかテーブルとかソファーとかをどかしてスペース作ってやるんですけれども、ちゃんとこうお香とかが焚いてあって、部屋が浄化された状態でやるみたいな、なんかその辺もすごくやっぱ文化的なものを感じていいなって思ったとこなんですけれども、先生は結局インド系なんですけれども、インドで生まれた方ではなくって、えーだからなんか英語は母国語なんですよね、確か。だからすごい分かりやすい英語だったっていうのが良かったんですけれども、そうだからそうですよね、めちゃくちゃなんかインドの先生とかで全然英語が分からない人とかだったら、私もね英語がすごい分かるわけじゃないんで大変だったと思うし、最初はなんかこうインド系のコミュニティでそれみんなでやっているようなところに行った方がいいのかなとかって思って、そういうのも探したりしたんですけれども、だからやっぱりもうヒンズー語とか何語なんだろうな、そうですねヒンズー語とかだと思うんですけれども、それで、やっているようなところだったので、私には絶対無理だったなというのがあって、だからその言語的にも分かりやすかったっていうのが良かった。後々考えたら良かったなっていうふうに思いました。だからそうですね、あのその辺がすごいラッキーだったなっていうふうに思います。で、その見つけた先生のやり方になるんですけれども、90分で、最初に今日どんな気分みたいな、どういう感じですかみたいなことを聞かれて、こういう感じですっていうのをお話しして、で多分そこで先生がパッてこういうポーズやろうって組んでくれると思うんですね、それに合わせて。で、そう最初もだから結構いろいろ話したんですね。頭と心がつながってないっていう風に言われて、それをやるにはつなげるにはヨガがいいって言って聞いてて、でカウンセリングとかも受けるんですけれども、同時にヨガもやっていこうと思うんですっていうなんか話をして、ちゃんと目的をお伝えして、でそれで始める時は毎回毎回今日はどういう気分ですかって聞いて、それも加味して組んでもらうと。で最初こうあぐらかいて首のこう動かしたりとかして、ウォーミングアップからやって、でこうだんだんこう大変なっていうか難しいポーズになっていって、で最後の30分ぐらい、そんなんだよな、20分ぐらいかなはヨガニードラって言って瞑想をやるで終わりです。で、その瞑想も、なんていうの、ヨガニードラってなんかそう、ガイダンスしてくれるんですよね。はい、では目を閉じて、で、体のここに意識を持ってって、はい、次はここ、次はこことか、あと、なんていうんだろう、こういうイメージを思い浮かべて、こういうイメージを思い浮かべて、みたいな、なんか、そんな感じで写真みたいにパッパってこう、イメージをどんどん思い浮かべていくみたいなやつなので、あの、じっとして、
何もしないみたいなやつだとなんかあんまりできないみたいな人はなんかネットとかでも結構ヨガニードラって出てくるので、それでやってみるといいかもしれないです。でそのポーズはその毎回毎回体が慣れていくことにもうちょっと難しめなポーズに変えていくみたいな、そのなんか一つのポーズのバージョンでも簡単バージョンと難しいバージョンとかあったりするんで、体がなんだろうできていくほどにちょっと難しいバージョンもやってみましょうみたいな感じになっていく。あとは呼吸法ですね。なんかいろんな呼吸法をやったりとかしていました。でなんか4、5回目ぐらいでもうやめようかなみたいに思ったんですね。カウンセリングの方に集中した方がいいかなと思ったところに、なんか結構衝撃的な事件が起こって、ああこういう聞き方をするんだっていうのがあったので、それをちょっと次ですねにお話ししたいと思います。はい。では、あやステーションでした。バイバイ。